こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は先日発売された GD006EPP548mm ウィングスパン ARC エアプレーンダイヤモンド BA62 のレビューをお送りします。本品は米製品ですので、最初に組み立てが必要です。接着剤は同梱されてないのでご用意ください。今回私が使うのは GT クリア EPP 素材に対して最適な接着剤です。組み立ては特に難しい点はありませんので、説明書通りに作ってください。完成。素早く作れば10分で作業は完了する簡単さがいいですね。さて、トイラジではありますが、いつも通りモデリングの評価から、本機のモデルベースになったダイヤモンド BA62 は2012年初飛行のダイヤモンドエアクラフトインダストリー社製の航空機。このクラスでは珍しい低翼機と総発ディーゼルエンジン、最大6人が乗れるキャビンは双皮張りの贅沢リムジン仕様。長い主翼と T 型水平尾翼は同社がモーターグライダーを長年作り続けてきた名残と言える特徴ですね。さて、製品のモデリング評価へ戻りましょう。最初に受ける印象は、本機の鮮やかなメタリックブルーの機体色と上手に再現された実機の特徴で、胴体や主翼は EPP 製ですが、エンジンフードなどはプラパーツを使い、細かいディテールを再現。特に今回は、プロペラスピンナーにメッキパーツを使うなど、ディテールの作り込みに力が入ってるのを感じます。重量は電池を含まずに実測で 43.7g です。標準的かな。モーターテスト。本機は左右モーターの出力制御によって上昇下降左右操作を行う方式で、前作 C17 から受け継ぐジャイロ付き2チャンネルレシーバーが搭載されています。実際にテストしてみましょう。スティックを左に倒すと、右モーター出力が上がって、機体は左に向きます。逆に、右に倒せば左モーター出力が上がって、機体は右に向きます。スロットルを上げると、左右モーターともに出力が上がって上昇し、出力を下げれば下降するという、ラダーもエレベーターも必要のない、簡素な仕組みです。飛行テスト。函館号、初飛行、初離陸。滑走距離は10メートル程度必要ですね。まずはトリム調整から。ポチポチポチ。なんか、おかしいな。発空しちゃってますね。なんか電波届いてなさそうな気がする。トリムを押してるのに、逆方向に機体が向かっていきます。変だな。ちなみに、前作 C17 では、トリムの意味合いが通常とは逆で、それぞれのモーター出力をアップさせる仕組みだったので、気づくまで C17 は墜落の連続でした。送信機も受信機も、見た目はそっくりなので、当然、トリム仕様も同じだと考えていましたが、どうやら、一般的なトリム仕様に変更されていたようです。しかし、それに気づかず、ひたすら舵が効かないと、そうだとトリム調整を繰り返し、木に突入させてしまいました。比較的低い位置だったので、軽い木登りで救出成功。2本目は、
トリム仕様が分かったので、ちゃんと調整ができるようになり、なんとか思うように操縦ができてきました。さて、まず、操縦感覚から評価しますと、コントローラー右ショルダーのデュアルレートボタンを謳歌した状態でも、最小回転半径が非常に大きく、旋回性能は良くありません。映像では、機体が曲がらないので、突入を避けるために、不時着させています。ジャイロが効きすぎなんだと思います。飛行には十分に広いところを選びましょう。しばし自由飛行。